モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー310三国伝英雄激突編のキット艦兵ガンダムを作ります。2008年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てと下地塗装まで。キットの開封から。定価600円のキット。一部過去キットのパーツ流用のキャラクターです。パーツの封入は2袋です。パーツは4色の成形でメッキパーツはなし。ポリキャップとシールが2枚、ホログラムシール付属です。説明書は8ページ構成でコミックは4ページにわたって、第11話、若き鬼武将、艦兵立つというストーリーでした。顔面以外の白パーツは、劉備ガンダムの流用で構成をされています。プチギミックとして足裏がスタンプになっています。そして武器の刀は、関羽ガンダムのオーガ竜月刀と合体させて、早期両陣刀に変形させる連動ギミックもあります。各パーツを組み立てていきます。まずは軽装形態のパーツを作ろうということで、頭部を組みます。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。接着剤はミスターホビーのこれか、流し込みではないタミヤセメントの方か、どちらかを状況によって使い分けています。目のシールだけはこのタイミングで貼り付けてしまいます。ピンセットで取って丁寧に。パーツカットは説明書に沿ってすべて薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。胸のパーツを前後パーツをくっつけて作ります。ポリキャップ3個を組み込みます。武器としてキリンガが付属です。輝く竜の鱗で作られたという巨大な刃を持つ刀です。鋭い切れ味と破壊力を兼ね備えています。腕のパーツを組みます。細かなパーツも多く、左右で微妙に違う形状のものも多いので、前後も間違えずパーツカットをした上で、組み立てには20分程度かかりました。艦兵ガンダムは関羽隊所属。一人前の男になることを夢見た慶州出身の少年で関羽の弟子です。見た目はまだまだ少年でも大人の豪傑にも引けを取らない実力を持っています。劉備ガンダムらと志を共にしています。こちらもポリキャップ A を組み込み、腰のパーツを作ります。脚部を組み立てます。ポリキャップを含め3つのパーツで各足が構成されています。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来。これで軽装形態の構成パーツが完成です。鎧のパーツを作ります。まずは頭部の兜部分のパーツです。関羽ガンダム、艦兵ガンダム、周装ドーベンウルフで関羽隊を結成します。続いて右肩につくキエイジンという名の鎧です。関羽ガンダムの弟子の証です。続いてバックパックを作ります。背中の鬼の面は手甲に装着も可能です。まずは軽装形態の組み立てです。胸のパーツに腰を取り付けます。胴体に脚部を連結していきます。両腕をジョイントします。頭部を取り付けて完成。軽装形態のフロントビューからリアビューがこちら。そして軽装形態に武装する形で艦兵ガンダムを完成させます。胸、腰の鎧を取り付けます。腕部に装甲を取り付けます。そして右肩の鎧を取り付けます。背中にバックパックを接続します。頭部に兜を取り付けます。頭部、このバックパックがモチーフの S ガンダムを彷彿とさせます。武器を持たせてフロントビューからリアビューまで。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。
ここから先は、この動画で塗装パートの中で最初に行った色分け箇所の下地塗装を先に見ていきます。使った塗料はファレホのモデルカラーホワイトグレーです。脚部、腕部、そして鎧、装甲、武器に。BB 戦士20周年記念作品であった三国伝は、小説三国志演義をモチーフとした物語、古代中国をモチーフとしたミリシャを舞台に歴代ガンダムシリーズに登場したモビルスーツたちがキャラクターとなり、群雄割拠の戦乱を繰り広げます。BB 戦士では無射列伝の時期から定着した 2.5 から3頭身のプロポーションを踏襲して、すね部分の別パーツ化など共通の要素も見られます。英雄激突編は風雲豪傑編に続く三国伝の第2部でした。話はまだ三国が成立していない時期からスタートします。特に黄色の成形カラーパーツはゴールドに全塗装しますので、この下地は全面に塗っていきます。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で、様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何と言ってもファレホの魅力です。一手間ですが、この下地のあるなしで、その後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。これまでの制作記録から、ナンバー317、今回のカンペイガンダムと同じ英雄激突編のキットで、周装ドーベンウルフです。アシンメトリーな装甲、鎧の形状、フォルムをしています。機動戦士ガンダムダブルゼータに登場したドーベンウルフがデザインベースとなったキット。次に三国伝では次のシリーズ、ナンバー323、先人決闘編に登場した甲虫ガンダム、G ディフェンサーをモチーフとしたデザインになっていて、ガンダムマーク2、スーパーガンダムがモチーフになっています。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー310、三国伝英雄激突編よりカンペイガンダム、構成パーツを組み本体を素組みで完成、そして下地塗装までを動画にまとめました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。